ほらほらほら、ちょっと塗装剥げたみたいな。ここにもうザクトルがアルミホイルみたいになったな茶色い部分を入れすぎたかなとも思うんですけど大ピン。考えろ考えろ。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今回でバルバラシター改造完成まで持っていきます。前編と中編スパナ暴走編まだ見てない方ぜひ見て戻ってきて。じゃあ始めましょう。チャンネル登録お願いします。ワンネスワンネス。さあ今回も問題は起きますよ。なぜならこれはパウチの改造だからね。でも問題を超えた先に希望はある。よし、じゃあ次はここ持ち手、ここをねもっと金属っぽくしていきます。このままだとゴリゴリの木材だからね、これは良くないというところで、じゃん、こういうものを使います。コスプレボードじゃなくてサンペルカっていうやつ。何が違うんかよくわからんけど、なんかそういうみたい。こっちはまあ黒く塗っただけ。前に何かに使おうと思って使わなかったっていうそれだけなんだけど、元々の持ち手こういう感じにしていこうと思います。そのためにはどうやっていったらいいのかな。持ち手にマスキングテープを貼る。持ち手の模様を適当に引き伸ばしてなんとなく描いていく。テープを剥がしてサンバルカンに貼る。あとは線に沿ってガンガン切っていく。切り出したパーツをグルーガンで接着。はい、今んとここんな感じです。さてここにもう少し装飾をしましょう。これこないだねホームセンターで見つけてきたんですよ。めちゃくちゃでかいナット。これをちょっとこの辺につけたいなと思うんだけど、これでいきます。バーナータイム。これペンチも温まっちゃうんじゃないのか。熱々の納豆を押し付ける。鉄の質感出すよ。アイアンペイント。アイアンペイント、これはまあホームセンターとかもちろんアマゾンでも売ってます。ちょっとアイアンっぽくなるっていうやつね。当然塗り方にもよるけど、まだ熱い納豆。ナットに塗料が当たるとジューっていうすげえな。熱してやるっていいかもね。トントン叩くことで凹凸とムラができて武骨な金属感が出るよ。アイアンペイントをたっぷり使ってもったいないなと思わずにどんどん塗り重ねる。ついでになんかもっと粗くしたいところいろいろ塗っとこうか。サビ加工っていうのかな。こういうところもどんどん塗ってしまいましょう。でこれまた上から別にシルバーも吹くからね。この色なわけじゃないよ。これが完成じゃないよ。はい、まあ、こんな感じでアイアンペイントダーッと塗りました。で本来ならこのまましっかり乾かして次の工程行きましょうってなるんですけど、もう僕ね痛いので待ってられないんですよ。だからバーナーで焼きます水分飛べばええやろっていうので、こんな感じこんな感じ。したらほらボコボコしてさ、質感も出て、あんまりやると焦げるから注意が必要なんだけど、湯気が出て水分飛んでるのもわかるでしょ。危ないから良い子は真似するな。よし、じゃあより雰囲気を確かめるためにシルバー塗装をします。まあ一部塗ったけどね、両端とザクトルちゃん濡れてないのでシルバーにします。これももうどうせ塗装ブースでやっても入りきらないので、また編集の力を借ります。せーの、こんな感じ。シルバーになりました。ちょっと雰囲気変わりましたかね。でこれが完全に乾くまでの間にこういうのも買ったんですよ。めちゃくちゃ太いネジ。これ何個かあるのでちょっと思いつきでいろいろ配置していきたいなと思います。まあ例えば1個目これもねさっきと一緒で多少熱いんだけどバーナーで熱してねじ込むっていうこのやり方気に入っちゃったのよでも意外とすぐ温まるっていうのがさっきのナットで分かったから、もうこんなもんで実は十分なのかな。こっち触って、あ、大丈夫か。ちょっと熱いわ。ちょっと熱い。熱いうちにプラを溶かしながらねじ込んでいく。オッケー。なんかちょっといいでしょ、武骨な感じこの良さ伝わるかな。っていうかここあれやな、今更やけどザクトルがアルミホイルみたいになったなホイル焼きみたいになってるやん。ホイル焼きは違うやろ。この2箇所にもネジとナットつけました。いらんかな、わからへん。ちょっとこのままにして目が慣れるまで待って考えるわ。じゃあまあ装飾もポツポツできたのでこのまま完全に乾かします。ちょっと休憩。大変やね。でかいからね、大変。はい、ここまでの分編集してきまして次の工程に行きますが、その前にぶり返すけどホイル焼きはないわ。ホイルに包んでないとあかんもん。蒸し焼きにせなあかん。これ自体がホイルっていうだけや。例えはどうかと思う。俺編集しながらこれはあかんなと思ったわ。でももう今頃きっとみんなの頭の中にはホイル焼きがこびりついてるはずやでさてそれでね、ちょっとでかいんですけどツインカーボっていうやつでね、ポリカーボネートっていう材質なんだけど構造的には段ボールみたいになってるんですよ。でこれうちのリビングにある水やダンスのガラス部分に採用するために買ってその余りなんだけど、これがね大きさ的にもちょうど使えるなーっていうので、いやだからね俺これを想定してないのに水やダンス作るときうまいことこっから切り出したなと思ってホイル焼きで滑ったけど、これちゃんとやっててよかった。救われるよ
こんな感じやね。わかるわかるかな。ほんまでかいからね、映しにくいのよ。こんな感じ、イメージとしては。で、必要であろう部分を、なんとなく切り出していきたい。ちょっとマジックで適当に線を引いていきます。これもあんま見えてないと思う。ごめんね。こんな感じで線かけたので、ハサミでいけるかわからんけど、やってみます。カッターだとね、意外と硬いんよね。あかんわ。もう最初で詰まるわ。やっぱカッターや。いや、こういうのこそハンダゴティングでいこうか。ハンダゴティングスタンプ発売中です。あ、やったやった。うーわ、サクサクいける。最高やね。いけると思って適当にマジックで線引いたけどさ、結果全然違うってなったらマジでどうしていいかわからへんで俺。設計図を書かへんからな。その場その場でやるから。こういう時にね、大失敗する恐れあるんですよ。よっしゃーよーし、いけるか。まあ大体こんな感じでいくわけですけど、はい、ディス2本ここ打ちました。これでね、僕がザクトルちゃんをつけた時に言ってた言葉、ここに噛みつかせたいなと思うんですよ。これがね、後々効いてくんね。ここにこういう形でザクトルちゃんがいるということが後々効いてきます。それは間違いない。このね、尻尾のところ、わかるかな？切れ目が入ってるんですよ。わかります？ここにこれ挟めばかなり安定するんじゃないかなと思ってて、それをやりたかったんですよ。よし、刃はついたな。ここで重大なミスに気づいた。さっきビス打ちした先端部分。そうや。いやー、どうしようかな、これ。これガチャンってやると、ここが伸びるやんか。でもここ固定しちゃってるから、結果伸びなくなっちゃって。いや、マジで。どうしよう。大ピンチ。どうしようかな。考えろ。学校ができなくなった。でも、思いついた。わかった。多分いける。ネジが動く分のね、穴を。いや、これも映ってないな。ちょっと端っこすぎてあれやけど、このネジが動く分の穴を開ければいいんじゃないのつって。おっきい丸を作って、もう、すごいアナログやろ。笑えるやろ。これで、お！やったー！わかる？これ動いてんの。ネジの通り道を作りました。イエーイ！やったー！乗り越えた！おーし。よし、ブレード部分できました。ちょっと想定よりも外に広がっちゃったんだけど、まあいいかな。でも形としては劣化大三頭みたいになったね。それはそれでいいか。まあ、僕の改造は結果オーライやからね。よし、じゃあいよいよ最後、色を塗りますが、これもどうせ塗装ブースに入らないので、もうね、こればっかりでごめんね。綺麗な塗装風景はリンチャンネルさんの見てください。じゃあ行きますよ。塗装完了ってやろうと思ったんですけど、ベランダで塗るスプレーぐらいなら取れるなと思って取ってます。これはね、もうエアブラシを買う前、何年も前からずっとあるフロストピンクというスプレーです。なかなか使う時がなくてね。続いてカインズの艶消し黒。これはね、本当は艶ありでいこうと思ったけど、うちに艶ありがもうなかったんですよ。まあどっちでもいいかなっつって。はい、今のところこんな感じで色の塗り分けができました。これ元々のバルバラッシャーに近づけています。そうじゃないと、これバルバラッシャーの改造って分かってもらえない気がして、急に怖くなって。で、こんなカラーリングにしました。でもね、この刃の部分がね、やっぱりわざとらしいんよね。こっちがめちゃくちゃメカメカしいのに対して、こっちがのっぺりしすぎなのと、やっぱりこの幅が広すぎるんですよね。これもまたちょっと見にくいんだけど、そもそもね、これブレード味が足りないなと思って、端っこをシルバーで塗ったんですよ。で、それ塗ってここの境界線が生まれたでしょ？そこで、このね、定規ぐらいの幅でちょうどいいんじゃないかなと思って定規を当てたところ、思いのほかしっくりきたの。こうやって当てて考えてるうちに、あれ、ブレードを定規でよくねって思っちゃって。まあこれ工具感というよりは文房具感なのかもしれないんだけど、意外といいんじゃないかなと思っちゃったので、これでいってみようかな。ちょっとやってみます。どっちにしてもブレードの幅広すぎたので、これも切らなあかんなと思ってたんで、思いつきね、こういうのを採用していくタイプです。パウチです。チャンネル登録お願いします。なんじゃこの宣伝。おー、折れた。まあ、替え時やな。端っこはこの辺の長さでいいかなと思うので、ここをグンと入るように少し加工やな。これもハンダゴテでいける？定規ってなんか全然いける。へへ、定規硬そうに見えて全然柔らかい。よっしゃ。よし、こんなもんかな。いいやんか。さすがにハンダゴティングするには距離が長すぎるのでカッターでいきます。いや、めちゃくちゃずれる。定規と同じ幅になりました。ここもやっぱりグルーガンなのよ。グルーガン最強。はい、ブレードの幅短くなって、さ
さっきよりいい感じになりました。で、この定規感をこのまま残すのか、マゼンタかなんか吹いて消すのかはちょっとわからないんですけど、考え中です。今、マゼンタっていうワードが出たんで言うんですけど、バルバラドって皆さん紫だと思ってません？でも僕は結構マゼンタに近いなと思うんですよ。これ、紫派かピンク派かっていうので、もしかして分かれるのかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？これ結構分かれる気がすんのよね。ファイで、この辺、今指、左手がこちょこちょっと、この辺がね、結構隙間が空いちゃってるでしょ。これ違和感感じるので、何かしらの破片とかで、ちょっと埋めてみます。これもいろいろね、選びながらやるから結構時間かかると思うんで、結果だけお伝えします。ほい、スペース埋まって、色も塗ってきました。結局定規のとこはね、銀色とマゼンタにしました。やっぱりメモリの感じがね、あまりにも定規だったわ。あれはあれで言っちゃいいんだけど、もうちょっと大げさに定規の方がいいなと思って、1センチが1センチじゃない、もっと大きいみたいなさ、ガチ定規はやっぱりもう定規やわ。定規は定規でしかなかった。定規は定規でしかなかった。で、これでもう9割以上完成なんですけど、最後の工程まだ残しております。そうですね、サビ塗装です。あとドライブラシっていう工程もあるんですけど、まずサビ塗装からいこう。サビ塗装に使う塗料、情報は動画概要欄に載せておきます。Amazon で買えます。で、これ100均に売ってるスポンジ、これをちぎって、断面を粗くしとくんですね。で、サビ塗料こうやってつけて、スポンジこんな感じね。見えやすいとこ一部やりますね。ディエンドのマークは極力潰れるように。潰しきらないんだけど、ほとんどわからんみたいなのがいいなと思って。次またスポンジちぎって、今度はちょっと明るめのサビね。サビは人によって表現、思う理想のサビって違うと思うので、ネットでサビ検索するか、近くの錆びてるとこどっか探して見に行くとかね。僕この間横浜の海辺でね、サビ見てきましたよ。もうガチの塩水にさらされたボロッボロのサビ。綺麗やった、かっこよかった。こんなもんだとしましょうか。で、また乾くの待つのがめんどくさいので、バーナータイム！これも楽しいからってやりすぎると変形して、これまでの改造工程全部無駄になるから注意！これで、サビ塗装と。でもね、バルバラ社本体のカラーリングに近づけてるので、サビ、茶色い部分を入れすぎたかなとも思うんですけど、バルバラドのスーツを見てみると、結構茶色いサビ要素が入ってるので、その感じも入れ込んだっていう解釈でなんとかなるかなと思って。これ結果オーライですね。かっこいいからいいやろ、多分。また私パウチデザフェスに出ます。粘土餃子の宝くじ、この T シャツを着て当日会場にいます。親愛なる僕のワンネスたち、ぜひ来てください。11月12日日曜日11時から16時まで僕店番してます。ブースの場所は4階 M108、109ブース。会場でブースの場所わからなくなったら、上を見てください。高い上り、粘土餃子の宝くじって書かれた上りが掲げられてます。もうそれ見つけたら一発、あそこにパウチがいるっつって、ワンネスのみんな一目散にそこ行ってください。東京ビッグサイトで行われるデザインフェスタはチケット制ですので、詳しくはホームページを見てください。情報は動画概要欄にも載せておきます。調べてみて。また前回と同様にパウチって声かけてくれたら名刺とステッカー差し上げます。会場にはいろんなブースが出てて絶対楽しいからみんな来て。待ってまーす。ワンネス。じゃあ最後ドライブラシやっていこうか。で、ドライブラシっていうのはできるだけ水気のないシルバーを使います。で、さらにこれ筆に取った後にもうかなりカスカスに取るんだけど、これ人によっては雑巾とか布とかティッシュとかでわーって取る人もいるんだけど、僕いつも改造動画見てくださってわかると思うんですけど、適当な人間なので、あんまりそこまで取らないんですね。もう大体取れればもういいかなっていうさじ加減でやってますけど、どういう風にするかというと、これね、シルバーのところはあんまり一緒です。ほとんどやる意味ないと僕は思ってるんだけど、違ったらごめんね。違うぞってコメントちょうだい。黒いところを主にやります。こするんですよ。特にこの凹凸のところがね、こうシルバーがついていくんです。凹凸のところっていうか、膨らんでるところが主にシルバーがついていくんです。だから角とかね、こういうところ有効なんですよ。で、軽くこするんです。そうすると、塗装が剥げて、下地の金属が見えてるようになるっていう加工なんですよ。ドライブラシっていうのは。例えば、ディエンドなんてすごいわかりやすい。こう、凹凸、膨らんでへこんで、膨らんでへこんで、マークがあって、またへこんで、膨らんでへこんで、膨らんでってなってるでしょ。へこんでるところにこれをする意味はないんですよ。なぜなら物とぶつかって塗装が剥がれるっていうことがほぼないから。だから膨らんでるところを中心にこうやってなぞっていくんです。こういうところが多分面白いんですよ。こうなぞるでしょ。ほら。ね、ちょっと塗装剥げたみたいな。これもやりすぎるとダメなんだけど、この角のところがね、味が出るんですよ。昔ようやりすぎたわ。ほぼ全部シルバーやんっていう、どっちが擦れたんか分からへんっていうね。シルバー塗料が落ちて下地の黒が出たんじゃないのぐらいにやったこともあって、いろいろ反省点踏まえながらですね、これもね。
よーし、こんな感じでドライブラシ完成。ドライブラシ完成はおかしいな。言うなら完了やな。まあまあ見ていきましょう。持ち手のところちょっとサンペルカ燃やして縮んだのが気になりますけど、もう修正するのもあれなんでこのままでいきます。ちなみにこうやって三脚に乗せて撮影してました。モンキーレンチ付近、サビがかなりうまくいきましたね。結構しっかり質感出てるでしょ。これみんなが持ってるデラックスにもちょっとサビ塗装するだけでこんな感じの質感出せますからね。これはやってみる価値あるんじゃないの？こうまばらにするっていうのがかなり効果的ですね。滑ったホイール焼きでおなじみザクトルちゃんこんな感じになりました。ブレード側はマゼンタ塗ってます。ドライブラシしっかりいきました。で、定規少し透けてるんですけど、まあこのぐらいはいい感じですね。ゲネシスドライバーもサビもちょっと控えめやけどなかなかいい感じでしょ。このぶっといネジにマゼンタと黒がかかったんだけど、これはこれでかっこいいなと思ってそのままにしました。で、さっき見てもらったディエンドライバーですね。いい感じにボロボロになりました。この辺りはね、やっぱり激しく凹凸があるから質感出しやすかったんですよね、正直。だからこれまあパーツのおかげと言ってもいいと思う。これもいつかどっかでワンネスたちに生で見てもらいたいな。定規のつなぎ目は汚い感じになってるからあんま見んといてプルボトルマスターのここがねかなりお気に入り。これもうマジで金属やろ。これはねうまくいった。その周りはアイアンペイントとガスバーナーの力ですね。でこっちのネジはちょっと錆びてます。プルボトルバスターもねやっぱり本当にいい造形なんですよね。凹凸のバランスが非常にいいです。先っぽはほとんど錆び塗装せずにドライブラシだけですね。この判断は正しかったと思う。最後もう一回モンキーレンチ付近、この錆が本当にうまくいったよね。触るとボロボロ取れそうな感じ。ここお気に入りポイントです。一応最終的な稼働チェックしましょう。LJ でトリガー引くと。これで強制錬金術裏錬成完了。ただこれをこの引き伸ばした状態で戦うのか一回閉じて戦うのかっていうのはどっちがしっくりくるのかな。皆さんどう思いますか？さあロックシード、これスパナロックシードっていう意見が多かった。あとスパナエナジーロックシードとかね。だからこれエナジーロックシード使ってもよかったかなって思ったんだけど、まあまあロックシードで機械っぽくっていうことでいいかな。他にもすごく考えてくれたであろう名前もねいくつかいただいてありがとうございます。いつもコメント嬉しい。しゃあはめていこう。でまあまあこんだけのもんなんだけど、多分エネルギーが行き渡ってんのかな多分ね。動作確認も OK なので広いところで振り回してみましょう。広いとこ来てみた。初めてアーマー祭に行ってきました。うおー、ちなみにこれ動画です。最高に刺激的な一日やったね。みんなマジで優しいね。いい人たちやったわ。白いアーマーの方たちにもこうやって持ってもらってね、かっこよかったのよ。白とピンクが似合うと思って持ってもらったんやけど、あんまもう武器入ってこうへんの。やっぱアーマー見てまうな。レベル高いわ。限定のメダリオンもバッチリ手に入れました。チャンネル登録お願いします。さて今回の動画いかがでしたか？この改造3本にわたってお送りすることになってしまってね、ワンネスたちほんとごめんなさい。長い時間付き合わしちゃって。でも最後まで見てくれてありがとう。で次回これどっちか行こうと思います。僕の頭の中に一応改造プランあるんだけど、どうかなワンネスたち、なんかアイデアないか。いやー楽しみ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ワンネス。